勢ぞろいで。勢ぞろいですね。最近手に入れたものなどなどなんですけども、いつもに比べて私ちゃんとおとなしめではございません？はいね、じゃあ端からいきます。こっちですか？これは一番先、この時期すごく展示会オーダーしたものがめちゃめちゃ届くシーズンなんですよ。なるほど。昨日おとつい届いたのはこちら。堺ですね。堺のワンピースですかね。で今回もここが透けてる。前はデニムでちょっと透けてるシリーズ思ったを買ってましたよね。思った、私多分さ、そういうの好きなんだろうね。なんかこの微妙な感じの袖元のカッティング良くないですか？いいですね。そういうことですね。そう着ないと分かんなくない？シルエットが、あとこの透け感と、あとうまいなって思うのは肩結構ちっちゃめに入ってるんですよ。私肩華奢に見えませんか？あとはあれですかね、思ったより結構スリットが入っているっていうのがポイントですかね。そうですね。歩いてると結構見えるんじゃないかな。もう一個は、オーラリですね。これです。ジャケット、ちょっとほわほわっとした温かみのあるジャケットなんですけども、シンプルだけど上質なみたいな。これね、つかぽんいるじゃないですか。年末つかぽんと振りました時に、私のワンピースなんか1960年代から結構貴重なワンピースがありまして、それと交換庫しました。これはウールとアルカパ。アルパカね。アルパカをちょっと起毛させている状態ですね。そう、豊か着るだけで豊か、そんな気持ちになります。次はですね、ソニカムですね。ソニカム、谷さんいるじゃないですか、ブラックドッツ一緒に行った、彼が今年満を持して始めた彼自身のブランドになるんですよ。ジャケットですか？そうなんです。結構すっごいでっかくない？メンズ寄りに作ってあるんじゃないですか？一応ね、ユニセックスでメンズが着ても超でっかくめに作ってるって言ってた。あ、そうなんだ。そうでっかめでかっこいいもの作りたいっていうよりも、着る人の心の糧になる、例えばこれ着ることで頑張れるとか、こう鼓舞されるとか、癒されるみたいな、そういうものを作りたいって言ってた。これ私の今一押しのブランドでございます。なんかね、裏地も可愛いんだよ。レースここら辺とか、あと襟ちょっと立てるのは可愛くない？ちょっとグレー出たりとか、で同じくソニカムのキャップもございます。こういうのも出してるんですね。そう、こういうので外していくみたいな感じだった。次はですね、これも新しいブランドなんですけども、究極の白 T と白シャツをこだわり抜いたブランド、ジュリー・ジョセフィですね。オスロのブランドなんだけれども、展示会があるって言って聞いてみたの、究極の白 T とか白シャツって何と思うじゃん。そしたらね、すっごいサイズが刻まれてるのと、形も究極なのは3体くらいかなあって、これはもうそれの一つなんですけども、なんかこれくらい端正なのって珍しくない？ね、なんかね、着た人にしかわからないんだけど、ボタンがちっちゃいのね。で、厚いの。それがすごい上質感につながってるの。お、いいの着てるなみたいな感じになるのと、素材がね、ちょっとテカリがあるんですけど、いい生地使ってるなっていう感じで、襟とかも何種類かあったんだけど、襟がちょっとだけ長いのかな。でそれがちょっとこうかっちり感になってるって感じですかね。はい、次は同じくシャツつながりなんですけども、テラ、私好きなんですけども、紫色のスウェード持ってなかった、セットアップ、あれの春夏が来ました。コットンです。ザクッとした印象になって、なんか着たらわかるんですけど、結構穴開いてるなって思われがちじゃないですか。着た時にちょうどいい透け感なの。隠したいとこはうまいこと隠れてて、そうじゃないとこはしっかり肌見せできて、ちょっとセクシーさがあるみたいな感じです。塩梅がうまい。可愛いよ。あとね、イタリアのブランドなんだけど、費用対効果ここめっちゃ高い。このクオリティでこの値段絶対安いじゃんって思うやつ。値段見て結構びっくりみたいな。ちょっとじゃあ気になったらオンラインストア見た方がいいですね。絶対見た方がいい。私これはもうちょっと評価されていいブランドだと私思ってる。次はですね、メルカリで落としました。こちらでございます。なんでこれをメルカリで欲しくなったんですか？皆さん懐かしい人いっぱいいるんじゃないでしょうか。津森千里のクレプリシリーズですよ。クレプリこのクシュクシュっとした感じで結構伸びるやつなんですけど、なるほど。これ2000年代前半90年代後半くらいにめちゃ流行ったんですよ、私が。でめちゃくちゃ欲しかったのをここしばらく思い出して、メルカリで見たらかろうじてあったんだけども、あんま出てこない。で予約を落としたのはこちらで、私これの同じスカートの素材
ロングスカート欲しいんですけど永遠に出てこない。その当時はなんか買えなくて、ちょっと高かったのか、それとも流行りすぎて、人と同じのは嫌だっていう自分の自意識と葛藤があって、なんやかんや言うてる間にそれが終わってしまって、今に至って不完全燃焼な自分がいるわけですよ。回収してきました。この前ショーの取材したきっかけでもあるんですかね。あ、それもあるね。それもね。それで津森さんのクリエーションが気になって、そういえば私これ欲しかったな。だから今これのスカート超探してる。ロングスカートなの、同じ素材でピタピタピタってしたやつ。あれめっちゃ探してるんで、もしよかったら皆さん会った人声かけてください。はい、次はですね、これから行きますかね。覚えているかな。名古屋。我々スピーチさんに行きませんでしたか。はい、行きましたね。スピーチさんで実は私こっそり買い物をしておりまして、それがこちらになります。撮影終わりに買ったんですね。ガチの軍物で、野山を駆け巡ったりするじゃないですか、アンミーは、その時に着るものみたい。これを私はなぜこれが欲しかったかっていうと、見ようによってはレースに見えません？ってことはですよ、あなたアーミーのセシリー・ハンセンみたいになりますよでも着たらわかるから、あれこれかわいいガーリーシルエットってなんのでなるんじゃないかという予測のもとに買いました私。なりました。かわいいので、当たり前ですけどすっけすっけなので、ちょっと色があるものを入れてもいいし、そのまま茶色でなじましてもいいし、遊べるアイテムです。次はですね、アートイズマーケットあるじゃないですか、あやちゃん。我々も取材したと思うんですけども、そこで手に入れた、品物その1。フリマってことですよね。そうですそうです。なんでまたそのピンクのプーマを。なんかスウェットちょっと可愛いなとは思ってて、グレーとか黒みたいなベーシックっていうの持ってるんだけど、こんだけ遊びのあるスウェット持ってなかったから、ちょっと飛ばしで可愛いかなと。さっき着てたようなピタピタのトップスにダル着でこれ着ると可愛く、ダンサーの人でピタピタでこういうダル着のパンツで一緒に踊ってる人いない？あれが可愛くて、あれをインスタで見て、この着こなし可愛いなって思ってて、で自分だったらどうするかなって思った時に、色入れるとなんかちょっと面白くなるじゃないかと思って買っちゃった。でもう一つ買ったのがこちらですね、プリーツスカート。それもじゃあフリマで買ったんですね。そうです。アートイズで買いました。で、淑女ブームというか、クラシカル回帰というかのブームじゃないですか、ちょっといいとこの子みたいな感じのスカートが欲しい、でミニが欲しいな。ミニですね、結構ミニかな。アートイズは結構やってるんですね、今でもね。3月くらいまでやってます。今でもやってらっしゃる？今でもやって、後半確かメンズって言ったからめっちゃ面白いよ。メンズ？メンズ。メンズやるんですか？メンズやってないって。それメンズやる、最近始まったらしいです。何それ、ちょっと絶対明智君好きだと思う。あと絶対皆さん好きだと思う。いいのいっぱいありましたよ。ちょっとインスタ見ればいいんですっけ？インスタでどもらないで大丈夫インスタに見れば大丈夫。次も、これも大阪で着てましたかね、私。島&島でコメントで結構どこのですかっていうのも多かった気がしますね。これザラなんですよ。ザラ。そうで、こういうちょっとアイラインのちょっと長めのスカート欲しいなと思ってて、でかつ柄物が欲しいなと思って見つけたのがこちらです。そういうアイスありますよね、パリパリチョコレート。あるねあれです6個入ってるやつですあれです。割と好きです。実家で食べてましたそう、あんな感じのやつで割とねスタイルがよく見えます。でこれもやっぱりクラシカル回帰というか淑女的なところで、こういうシルエット欲しいなというので買い足しました。多分これ買う人いなかったと思ってて、70、ガチで多分みんないらなかったんだと思うお洋服の最後はですね、なんとびっくり、これあなた見覚えあるんじゃないですか？僕も同じのを持ってるヨークのパンツですよね。そうですね、なんとびっくり、サイズ違いで明智君とお揃いのパンツを買っております。ですね、今だったら、春夏版が出てるかな。多分定期的に出てて素材が変わる気がしますが、変わらないかもしれないけど、いいんですよね。形すごい綺麗なんですよ、あとかつこういうちょっとさ、ベルトループとかのディテールが、実は何気に凝っているみたいな。そうですね、あるとかあるかないか分かんないけどデザインしてるとか私は好きです。そうですね。ここら辺はですね、靴バッグ系ですね。見ましょうか。じゃあ頭からいく？はい。じゃあこれは言ったとして谷さんのやつね。で、結構褒められたのがこのニットですね。ヘレンカミンスキーのニット。
これ割とね褒められる帽子です。くすみパステルみたいな感じで割と何でも合う、かつ私が口酸っぱく言ってる緑じゃないですか、合わない色がない。これも結構視聴者の方からどこのって言われるのがあったかな。レタリングでつけてたかな。アーモーメントっていう韓国のブランドなんですよ。アーモーメント。アーモーメント。表参道にお店できたよ。で可愛いんですよ。これはフードになる。こういう感じ。これもいけます。なるほどなるほど。みたいな。あとねカシミヤだからあったかい。カシミヤなんですね。私最近気づいたんだけどさ、マフラーとかストール、いつの間にかみんなここがさ尖ってない？確かに多くなってきましたね。あれみんな気がつけばなんかネクタイの先みたいになってる。はい、次は見覚えもある方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。これ漏れなくモヒカンになれるやつですね。オリミエレファント行った時にあれチョコレートを渡したんですよ私。そしたらお返しにくれました。いただいたんですね。そうなんです。これ可愛くね。これもこんな感じで来て、やはりでもこれもほら見て、やっぱ尖ってる、尖ってる、怖い。じゃあ次はバッグ。はいドン。すごくない？すごくない？かっこよくない？これはジェーム・デビッドソンですね。これね形ちょっとあれなんでこんなになってんだろうって思うじゃない。これねめっちゃ便利。これそこへの収まりというのを考えていると。そうなんですよ。ちょっと手挙げてみてください。こんにちは。その手がそこにっていうね。うまくない？よく考えてみればそうっすね。そうなのよ。確かにここにあったら邪魔だし脇痛いわってなるじゃないですか。ちょうどいい。確かに。しかも中も割と結構入るから、確かにね今までなんでなかったんだろうっていう。よくない？しかもレザー。でクシュって置いとけるっていうこと？ペタバンこれ前何回もしちゃうこれ楽しくて、次はですね2足ゲットですよ。恋に落ちたやつ、シングス・ザット・マターですかね。これ今買えるかな残ってればラッキーくらいだけどね。定番で出しているのかちょっと分かんないですけど。でも色違いもあったよ。でもこれがすごい可愛いんすよ。可愛いんすよ。マッキントッシュでも着たと思います。あとねこれ重く見えるけど案外歩きやすいのと、この曲線可愛くないですか？ここのプリンとここのプリンを交差してるわけですよ。あとなんかやっぱ着やすさとかにこだわってるなっていうものはここがねふかふかしてるの。だからそういう意味もあって履く人のことを考えてる靴だなと思いましたね。じゃあもう一個言ってもいいですか？お友達で関根翔吾くんっていうイラストレーターがいて、このイラストレーターの翔吾くんがレペットとコラボで靴出したんだよって言ってて、可愛くない？これ翔吾くんのイラストが描かれたバレーシューズになります。これ黒もあったんだけどやっぱ春だし白かなと思って、これもパリコレ持っていこうかなと思っております。次もこれ結構待ってたんだよね。展示会を出した時からヘリューのやつですね。私の今の気を投影しているという感じなんですけど。なるほど、そうきたか。美しい。かっこいいですね。かっこいいの。これ美しいですの。でもこういうちょっと穴開いて遊び心もございますの。素敵でございますのよ。スペイン製のやつです。スペイン製。ちょっとじゃあ値段はするかな。いくらくらいだっけ？6万くらいだったっけ？8万でした。8万。まあするか。でもこんないいやつだし、あとトレンド色がしてるし、こういう感じとかで合わせたくって、あとはなんだろうな、これもいけるね。こういう感じ。オーラリーのそのジャケット。そう。よくないですか？でも聞きましたよ。あなたも何か持ってるんじゃないですか？なんか持ってきましたよ。一応見ましょう。持ってこいというのでパンツ入荷ということで。パンツを入荷されましたのね、あなた。あら何この素材感。ちょっといいですよね。何ですかこの素材感。それ知らないでしょ。知らない。そっちの逆のこの楽器の方は知ってる。これは一緒に見に行ったものですもんね。
男の子全員好きなやつじゃないですか。これはいいですよね。マッキントッシュの浅野さんが食いついてたやつじゃないですか。食いついてましたね。やっぱ男同士は食いつきますよね。ってなってたもんね。はい、これはヨークだよね。3種のミリタリーパンツをドッキングしたカーゴパンツという。どういうことですか？フロントはですね、はい、70年代のフランス軍のメカニックパンツ。はい。だから今見えてる方ですね。見えてる方です。じゃあこの裏が？横からいきましょうか。このちょっと色が違うとこですね。はい。そこが60年代の西ドイツ軍のメカニックパンツ。はあ。フランスドイツ。そう来てますね。フランスドイツと、はい、じゃあ後ろはやっぱりアメリカ。なるほど。三国同盟みたいになってるわけですね。そういうことですね。はあ。アメリカの50年代の。よくてアーティストの作品をコンセプトに毎シーズン作るじゃないですか、このシーズンはその三国にゆかりのあるアーティストだったっていうそういうことだったんだですね、いろいろ転々としてたみたいなことは書いてました。面白い。いい買い物しましたね。これはいい買い物。もう一つさっきちょっとこれ何ですか？レザーのパンツでございます。レザーのパンツ、はい、薄くない？薄いでしょう。すごい。何これ？セブンやん。セブンやん。一緒に行って買ってた？一応展示会で買わせてもらったんですけど、僕はそのジャケットバージョンも持ってて、そのシリーズと考えていいので、ちょっとこれセップンのちょっとアイコン的なレザーになってきてんじゃないかなと僕は思ってますけどね。こんな柔らかくなるもんなんだね。すごいですよね。すごい遠くから見たらブラックデニムかなって思うからね。そうなんですよ。古着の T シャツとかでもいいかもしれないですね。くたった感じですね。いいですね。いいですね。いいですね。あんた知らないうちにこんなの買っててやったな、お前。買い物今年もいっぱいしましたね。しましたね。今シーズンもいっぱいしてますよ。また秋冬にやりましょう。やりましょう。皆さんはどれが気になったかちょっとコメント欄に書いといていただければね。ぜひコメント欄に書き込んどいて。どれかな。どれ人気かな。懐かしい人気だとこれとか。その話ちょっと聞いてみたいですね。わかる方。つもりのこれを青春時代着たりしてた人、ぜひコメント欄書き込んどいてもらいたいなと思います。わかる人はわかる。話したいよね。あなたキューティーとかオリーブ読んでた人たちはこれ好きでしょ？私も読んでた。そうか。じゃあまた秋に、はい、紹介したいと思いますので、お楽しみにですかね。じゃあねー。おはようございます。いいところ子みたいになってますけど、あんた。おはようございます。いいところの子みたいになってますけど。何この段ボール。ちょっと届きまして。持ってきました。バブアーが届きました。みかんあげる。みかんくれ。お裾分け、見よっか。簡単に説明しておくと、年始に配信したヴィンテージバブアーの回で、半分ワックス、半分ノーワックスっていう、一回バブアーを切断してっていうやつをレイさんちょっと試着してたじゃないですか。してた。はい。あれを僕用に作っていただきたいということで、買いました。私がご外注しちゃっていいんですか？はい、お願いします。あなたのものを。いきますよ。パン。ちょっと待って、見えるかな。いい感じに半分になってるか。すごい半分じゃん。超いいじゃん。いい具合ですね。やだこれ。しかも僕はこの青地にしたんですよ、色を。質感。違う。後ろも超絶かっこよ。やったな。後ろも超いいよ。なるほどね。ちょっと汗な感じ。無駄な感じ。95年製のゲームフェアっていうモデルですね。ゲームフェア。ちょっとミドル丈というような。これ。セミロゴ。いいですね。ちょっと着てみてください、レイさん。すごい。すいませんね、最初着させてもらっちゃって。いいです。やっぱちょうどいいかな。めちゃめちゃコントラストじゃない具合が僕いいなと思ってたんですけど、本当お好みな感じです、僕の。ちょうどいいくらい。
サイズいいんじゃないですか。あ、いいよ全然。確かにコントラストが一瞬、あれ私の見間違いかなくらいの色の違いですよね。超いいじゃん。室内でこれだから外で見たらもうちょっと違うかもしれないですね。そうだね。光を当てると。いい買い物した。いい買い物しましたね。という回でした。回でした。間に合ってよかったです。間に合ってよかった。本当に。